ンジューめぐぐです。今日はフランスのクレジットカード事情についてお話しします。よくこれからフランスに来るという方から、フランスで一番使われているクレジットカード会社はどこですかとか、来る前にやっておいた方がいい手続きなどはありますかなんていうご質問とか、あと日本人の方がよくフランスに来てからクレジットカード関係で困ってしまうことがあるので、そんなことについて今日はフランスのクレジットカード事情についてお話ししていこうと思います。動画を見終わった後にもしもわからないところやご質問などありましたらコメント欄でも受け付けていますし、毎週月曜日の日本時間の夜にライブをしているので、その時にリアルタイムでチャットでご質問も受け付けています。お気軽にご質問ください。それではお話ししていこうと思います。よくフランスではクレジットカードはどこでも使えますかっていうご質問をいただくのですが、はい、クレジットカードはどこでも使えます。逆に現金は NG、クレジットカードが OK っていうところの方が多いくらい、フランスでは現金よりもクレジットカードが主流で使われています。例えばメトロでチケットを買う際にも窓口に行っても現金はダメって言われることがあったりとか、あとはフラッとお店に入ってパンとかを買う時に大きな現金を出してしまうとお釣りがないから売れないって言われて、その辺でコーヒーでも飲んで崩してきてなんて言われたりすることもあるので、クレジットカードは絶対に持ってきた方がいいです。他にも現金だとスリとかにあって盗まれてしまうともうどうにもできなくなってしまって、ただただショックが大きいというだけになってしまいます。その点クレジットカードでしたら、もしも盗まれてしまってもカードをストップすればいいだけですし、自分が使っていないというふうに証明すればちゃんと使われてしまった分も戻ってくるので、そういうこともあって、スリとかね、多い治安の悪いフランスでは現金よりもクレジットカードの方が主流に使われています。ではどのカード会社がいいかについてはビザカード一択です。ビザカードがあればどんなお店でもどこでも必ず使えるので安心です。これはフランスだけじゃなくてヨーロッパに来る方は必ずビザカード1枚は絶対に持ってきた方がいいです。よく日本人の方がお持ちの JCB カードとかマスターカードは使えないところが結構多いです。他にもアメックスやダイナースカードも最近結構使えなくなってきているので、絶対にビザカード1枚は持ってきてください。使える順に順位をつけるとしたら、ダントツでビザカードが1番で、次にマスターカード、その次に JCB アメックス、最後にダイナースっていう順序になると思います。で、ビザカード以外は使えないかって言ったらそういうわけではなくて、どんなカードでも使えますっていう場所が、ホテルとか大型デパートとか大きいスーパー、モノプリとかそういうところでしたら大体どんなカードでも使えます。で、これはなぜかわからないのですが、日本の JCB カードが使えるって書いてあっても、フランスのクレジットカードを通すお会計をする機械と相性が悪いようで、差し込むと湿っていますみたいな表示が出ちゃってカードが通らないことが経験上結構あります。なので JCB カード使えるって書いてあっても使えないこともあるので、やっぱりビザカードは持ってきた方がいいと思います。続いてこのカードを作る際の注意点なのですが、最近日本では自動的にナンバーレスのカードっていうのが発行されて届くらしいのですが、このナンバーレスのカードっていうのがフランスでは不便になってしまうことがあります。どんな時かというと、一番はホテルのチェックインの際です。ホテルにチェックインをする際に必ずデポジット、保証としてご自身のクレジットカード番号、クレジットカード情報をホテル側がキープします。この時にクレジットカード番号が載っていないとメモを取るにもコピーするにも番号がわからなくて保証になりません。で、どうしても持ってくるのを忘れてしまった、ナンバーレスのカードしかないってなったら、ホテルの人がどうにかはしてくれるのですが、かなりお時間がかかってしまうのと、ホテル側の人にとってもとっても面倒な作業になってしまうので、フランス人に面倒なことをやらせると対応も悪くなってご自身もちょっと嫌な思いをしてしまう可能性があるので、自分で嫌な思いをしないためにもちゃんとクレジットカードの番号が記載されているカードを1枚は持ってくるようにしてください。続いてフランスに来てから日本人の方がよく困ってしまうことについてです。これは今まで私がご案内させていただいた方の中にも結構な確率で困ってしまう方がいらっしゃるのですが、
何回かフランスでカードを使っているうちにいきなりブロックがかかってしまって全く使えなくなってしまうっていうことが高確率であります。これは日本の銀行のセキュリティが厳しいようで、何度か海外で使っているとちょっと詐欺ではないかっていう感じでブロックをかけてしまうそうです。でそうなるとブロックが解除されるまではそのクレジットカードは使えなくなってしまいます。で解決策は簡単で、お電話をして今自分が海外にいて自分で使っていますなのでブロックを外してくださいと一言伝えればすぐにブロックを解除して使えるようにはなるのですが、ここで問題なのが日本とフランスに時差があることです。日本とフランスだと7時間から8時間時差があって、そうするとすぐに解除を外したくても日本の銀行の営業時間にかけなくてはならないので、次の日の朝まで待たなくてはいけないっていうことになります。そうなると丸1日クレジットカードが使えなくてお支払いができないっていうことにもなるので、とっても不便な思いをしてしまいます。また異国の地、外国でいきなりお支払いができない、お金が使えないってなると結構ご想像以上に気持ちが不安になってしまったりとか、今日買いたかったものが買えないなんていうことにもなってしまうので、これの対策はフランスに来る前、日本をご出国する前にやっておくことが大切です。やり方はとっても簡単で、日本をご出発する前にお電話をして何月何日から何月何日までここの国に行ってクレジットカードを使う予定ですっていう風に伝えておくとブロックがかからずに使えます。この情報がなぜかあまり出回っていないのか知られていないようで、結構困ってしまう方がいらっしゃるので、現地に来てから焦らないためにも、これはフランスだけじゃなくて外国に行く時にはご出国する前にこの手続きをやっておくとご安心して旅行ができると思います。最後にもう一つ日本人の方からよくあるご質問で、フランスの入場が必要なチケット、例えばルーブル美術館とかそういうところのチケットを買うときにエラーが出てしまって購入することができないのですが、日本のクレジットカードだとお支払いできないのですかっていうご質問を結構いただきます。これについてはそんなことはありません。日本のカードだから使えないということはなくて、お支払いをする際に必ず下のところにビザカード、マスターカード、アメックスとか使えるカード会社が書いてあって、その書いてある会社でしたらお支払いすることができます。ではなぜクレジットカードが通らないかというと、これは単純にフランスのインターネットサイトの出来が悪いからです。特にこれはルーブル美術館のチケットを買う際によくあることなのですが、世界中からいっぺんにいろんな人が同じサイトでチケットを購入しようとするので、ちょっとサイトが混み合ってしまってなかなかカードが通らないっていうことがあります。これの解決策もとっても簡単で、もうエラーが出てしまったら何回も何回もくじを引く感じでやり続けると突然購入できましたっていう風になります。なので諦めずに購入ボタンを押し続けてみてください。はい、今日はフランスのクレジットカード事情についてお話ししました。とにかくまとめると、クレジットカードは番号が記載されているビザカードを2枚持ってくれば最強です。もしもわからないところやご質問などなどありましたらコメント欄でも受け付けていますし、毎週月曜日の日本時間の夜10時頃からパリのカフェからライブをしているので、そのライブ中にチャットでご質問いただけたらリアルタイムでお答えすることもできます。ライブはパリのカフェからいつもやっているので、後ろに映るフランス人の服装とかもご旅行のご参考になるかと思うので覗いてみてください。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。動画面白かったよという方はぜひLIKEボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アビアントー。